ギャラクティックノバのからくり時計を作ろう。第3回目です。今回は電球やら巻き鍵やら振り子やらの考察をしようと思っていたのですが、ここに語ることもそんなにないので爆発しないプロトタイプを作ります。データを用意しました。いろいろあって2週間くらいかかってしまいました。動かすのは、目、まぶた、振り子、巻き鍵、装飾の歯車、風見鶏、メーター、時計、そして背面のファンです。今回は目は爆発演出をしないので左右に動くだけの仕様です。モーターで動かすので振り子もフェイクになります。パイプとかで下から支えようと思っていたのですが、持つところがなかったので上から吊るすことにしました。このデータをもとに 3D プリンターで部品を作成します。今回の部品数は312でした。まだ印刷中の部品もありますが組み立てていきましょう。ベースの直径は30センチです。排気口を取り付けます。背面と土台を組みました。この上にいろいろと部品を取り付けていきます。動力周りですが、アルディーノとステッピングモーターを使います。モーターの速度は 9rpm です。地球儀を作ります。
この間欠歯車はねじ巻きを動かすためのものです。歯が不規則に並んでいるのはねじ巻きの動きに変化を与えるためです。ねじ巻きを作ります。モーターを動かしてみました。ねじ巻きは回転と停止を繰り返すようになりました。風見鶏を作ります。風見鶏は180度回転して停止を繰り返します。装飾の歯車周辺が組めました。棒をつけます。あ、
こちら側の歯車は時計につなぐためにたくさん減速させます。モーターが 9rpm に対して分針は60分の 1rpm なので、540分の1倍にします。このカムはまぶたを動かすためのものです。2枚1セットで上まぶたと下まぶたで計4枚です。目を作ります。この紫の部品はスコッチヨーク機構の部品です。スコッチヨーク機構は回転から往復運動を作り出す機構で、この往復運動を利用して目玉を左右に動くようにします。何やら不具合がある感じがします。干渉していました。重大な干渉ではないようなので、目玉を削って対応します。ハンダコテで溶かして彫刻刀で整えてきました。よく見ると内側も干渉していますね。修正して動くようになりました。目を動かすスコッチヨーク機構の前に間欠歯車を組み込んでおり、歯が噛み合った時に目が動くようになっています。まぶたを取り付けます。まぶたは眉間の部分にあるカムによって動かされます。このクワガタみたいな部品がカムからの情報を得て、まぶたが上下に動くようになります。まぶたがついたことで表情が出てきました。メーターを作ります。メーターは前回考察した通り、レトログラード機構を持たせた秒針として作ります。また、前回から設計変更し、内部のバネについては小さな金属製のゼンマイを使うことにします。
振り子を作ります。この振り子には本来の機能はなく、フェイクで動かす仕様です。何で動かすかですが、目と同様にスコッチヨーク機構を使います。似た機構にスロットクランクがありますが、こちらは行きと帰りで速度が変わるので使いません。時計は実際の時計として機能させます。時間が見にくいのは私の責任ではありません。レジンパーツ造形失敗です。3テイク目でうまくできました。ちょっと卑猥な形ですが、これもまた私の責任ではありません。断面がついてようやく可愛らしくなりました。完成しました。全体を把握するための試作という位置づけでしたが、思いのほか完成度が高くなってしまいました。今回作ったノバは目が動くのでかなり愛おしいですね。背面のエンジン部分も動くノバはさすがにやりすぎた気もしますが、最終的なノバでも空間的余裕があれば動かしてもいいかなと思います。風見鶏や装飾の歯車や巻き鍵の動きはこのままでいいかなと思います。当初の予定通り、最終的には爆破演出をつけたノバを作りたいという話だったので、この施策を参考に研究していこうかなと思います。今回の動画は以上になります。ありがとうございました。